はい、こんにちは。ザーチョンでございます。ファントムは、とりあえずユニットでできたのがこいつらですね。コックピットの、箱の部分ですね。前着収納庫の箱の部分ですね。エンジンの、ジェットエンジンの筒の部分ですね。この3つですね。で、今日は、次のユニット、この主翼のこっち側ですね、下から見えるところ、下から見える中のところの塗装の方やっていきたいと思います。とりあえず今のこのちっちゃい部品だけ、あんまりなんですよ。ちょっと見てみますか。リアシートの右側、このフューズの部分ですね、こんなちっちゃい点塗れないです、うまく。ただこの辺は多分シートとパイロット乗せちゃえば分かんなくなるのかなという感じですけどね。あと、ここですね。問題はこのメーターパネル。これ問題ってほどじゃないですけど、ピントなのかな、これ。どこまでピントを追従するかな。よく見ていただくとデカールですね。下側のデカールがずれちゃってるんですよ。それから上のデカールもちょっと左の方が怪しい。これね、失敗したなって老眼鏡というか遠近両用メガネだけで貼ってたんですよね。で、これでいいなという感じで認識してたんですけど、後でこうやってアップで見ると、なんじゃこりゃっていうの直すの不可能です。ヘッドルーペしないとダメですね、こういう細かい作業は。今回はキャノピー閉じちゃってパイロットも乗せるんで、ほぼほぼわかんないっしょ。客収納庫は普通に色塗ってで汚しただけです。オイルウォッシュ、軽くオイルウォッシュやった程度ですね。この部分どの程度実機で汚れてるかって分かんないんですよね。そんなに汚れてないんじゃないのかな。このタイヤをぐるぐる動いてるような近辺が汚れてるかもしれない。今回はこの辺でとどめておきます。もしかしたらちょっとあちこちチッピングやった方がいいかもしれないですけどね。で、今日はこっちですね。まずこの中の部分の塗装がメインです。ここにフレームつけてるか。結構ね、この中で塗り分けがあるんですよ。少しね。ここにつく部品、この部品ね、この塗装までやっちゃってもいいですけどね。逆かな？逆じゃないよね。どういう順番で塗るかですよ。これはもう塗装してからじゃないと、ここに取り付けた状態でこの中塗るのは不可能なんで、塗装するのは不可能なんで、この形で塗装してここに置くしか方法はないですね。もしこの段差を気にするのであれば、この今の段階でこの裏をちょっと削るぐらいかな。削って合うかどうかわかんないですけどね。ここはとりあえずこのままやっちゃいます。パネルラインだしね。こんなに段差はないと思うんですけど。じゃあその塗る順番なんですけど、どういくかな、ちょっと考えますね。とりあえずばらしました。
でこの状態で一旦例によって黒サフですね。黒サフ塗ってから軽くライトグレーを、例によって光入る方向から軽く塗って、だからライトグレー塗るときはさっきの形にしないといけないですよ。一旦ね。でここは真っ黒の状態でいいのかな。シルバーとダークシルバー。とりあえず黒サフを塗っていきます。で今黒サフを塗ってきたんですけど、唯一ジェットエンジンの下側だけね、ここだけ黒サフは裏側から塗ってツヤリ黒グロスブラックを塗ってみました。シルバーの下塗り、ちょっとツヤが出すぎるかもしれないけど、いいです。どうせ中に隠れるんで。でこれをまた仮組みするんすよ。いろいろ考えてることがあって無駄なことかもしれないですけどね。どっちだ、こうか。これを今のフレームが落ちないように、多分落ちないと思う。大丈夫だね。でこれをまたテープで留めないとダメかな。そんなにがっつり留める必要はないと思うんですけどね。こんな感じですので、こいつも乗せます。でこっからこうどうしようかな。白でいいか。客収のこの天井の部分はいわゆる汚れの下塗りみたいな感じにしたいんですよ。そうすると 0.2 で拭かないとダメかな。で他の部分に関してはいわゆるハイライトを入れるってことですね。でそのハイライトを目安に色を塗っていくんですけど、では塗っていきましょう。で白を、普通にグロスのホワイトですね。それでハイライトを入れていきます。0.2 でやろうと思ったけどエアブラシ洗うの面倒だったんで 0.3 そのまま使います。軽く洗っただけですね。軽く、そんなに真っ白にする必要はないんで、この後ちゃんと塗装しますから、光が差し込んでるイメージで、真っ黒に全体塗って、でそこに白の細拭きで模様を入れていくんですけど、着収のこの部分、ここもただフロントギアはこれやってないんだよね。あんな奥まったとこではできないですから、やってもやんなくてもっていう自分の中にもあるんですけどね、これはここに関しては。でとりあえずこれをまたばらしてしまいます。じゃあこんな感じですね。でこれはもうこの上からさっと白を塗ってやればムラは出ますよね。それ狙いです。でこれを外して、
内側はこんな感じになってます。ほとんど光が当たってるのはこの白っぽくなってるところだけだから、こっちから、暗めのシルバーを塗って、こっちもちょっとかけますけどね。でこの辺りにこうシルバーを塗ってみようかな。客室のこのフレームはもう単純にこれ濃淡色が出てますから微妙だけどね。これを目安にホワイトを塗ればいいと思います。塗った後くっつけるかくっつけてから塗るかを悩んでたんですけど、別にここの合わせ目消すわけじゃないから塗ってからの方が楽でしょうね。ここを塗るときにちょっとね、こっちはマスキングしないとダメですけど、これ塗っちゃえるかな。でこれはこれでもこの形で塗ってやればいいですよね。これも塗っていいと思います。マスキングなしで。で別に立体仮面塗るときにそれが邪魔しないの？邪魔するかもしれないですけど、別に綺麗な機体にはしない。どうだろうな、あんまり汚くするのもおかしいんですけどね、このコントだからその辺はちょっとまだ考えあぐねてはいるんですけど、とりあえず進めないとっていうのがあるんで進めながら考えます。じゃあとりあえずどうしようかな。白からいきますか。塗るのはこの316番これを塗ります。機体の下の色ですね。徐々にこう塗り重ねていくような感じで、この辺でいいなってとこで止めればいいと思います。どっちみち後で、ウォッシングはするんで、かなり白くなってもいいとは思いますけどね。で多少エンジンの方にかかっちゃってもいいんじゃないのかな。ただ漏れがないようにややこしい形してるんで、これも完全に白にはならないですけどね、黒いところは結構たくさん残ってますから。本当はねのっけちゃって主翼の下側をのっけちゃって塗っていく方がいいような気もしますけどね。この辺ももう上よりも僕の手前よりも奥の方が明るいはずなんですよ。本当はね、ついついこう手前側塗りたくなっちゃうんですけど、ちょっと主翼含んでみますかね。これで見てみますか。見ながらっていうのも必要なんで。今どれぐらい濡れてるだろうって感じをね見ながら、そうするともうちょっとこの後ろが、前はこんなもんだと思います。後ろもちょっと塗った方がいいな。次に塗るインテリアグリーンはね、これはこの瓶ですよ。この瓶軍勢かなって、軍勢三条って書いてあるだけいいのかな。
レベルカラーって書いてないだけね、レベルって書いてないだけいい感じがする。これはね、どうだろう、僕独身の頃朝食した色かな。まあ27倍の機体内部色、アメリカ陸海軍機機内色です。これを確かゼロ戦を作ろうと思って朝食した色です。何混ぜたか覚えてないですね。まだ使えるんですよ。さすがに溶媒は少し混ぜましたけどね。これを塗っていきます。独身の頃だからもうよいしょ30年以上前ですね。でこんな感じで濃淡分かれちゃうんですけど、色が気にしないです。それ狙いですから。昔のカラーの匂いです。体に悪い匂い。見えるのはこっち側だけですね。裏側は全然見えないです。一応塗っておきますね。でエンジンルームエンジンルーム、濃淡のシルバーで、まず濃い方のシルバーですね。黒鉄色とフラットシルバーを混ぜたような色なのかなと思いますけどって混ぜた色ですね。でこれを今白くなってないところ、あんまり違いは出ないと思うんですけどね、実際奥の方は塗れなくても構わないです。どっちみち真っ暗なんだから。でシルバーはこっちマスキングしてなかった。届いてないです。大丈夫。ほら全然わかんない。この辺に塗ってたらいいですよ。もうフラットシルバーですね。フラットベース混ぜてあります。でもちょっと違いあるのかな、内側と外側と。わかんないですかね。わかんないですよね。僕見てもわかんないもん。で当然ここに墨入れをして、あとちょこっとねバルブっていうのかな、パイプのジョイント、パイプジョイントがブルーとか赤はなかった気がするな。ちょこちょこっとあるんで、それを塗ってみます。それは筆塗りですね。エアブラシはここまでです。ここも塗り分けるところがあるんで、ここもね調整用のネジみたいなんです。ロックネジ、フラットアルミでいいと思います。でここのパイプみたいなのがやっぱりフラットアルミ。このアクチュエーター、赤いシャフトの真ん中がアクチュエーターになってるんで、全体か。シルバーで、シルバーっていうかあれですね。なんだっけこれ。本当はあれです。エアブラシで使うからです。スーパーメタリック2のクロムシルバー2。
ちゃなアクチュエーターなんで、エナメルで、まあスミレですね。スミレ、スミレっちゅうかウォッシュ、これはエナメルのいろんな色混ぜて作った黒ですね。ダークグレーというか、まあ中に置いていくだけです。奥の方は黒くなるんで、まあこんな感じになりましたね。この辺はもうウォッシングしちゃった方がいいと思うんで、このドアとかはね、エナメルのシンナーを用意します。ここは特にやんないですね。やっても意味がないので、じゃあ組んじゃっていいかな。とりあえず主翼ユニットの方ですね、組んでいきますか。まあ構えるほどのものでもないんですけどね。まあ好みによってはチッピングとか入れた方がいいのかな。どうしようかな。まあ、とりあえずいいです。ウォッシングまではやったんですけどね、チッピングはどうしようかなと考えてるところですけど、まあこの中はそんななんかぶつけてどうこうっていうのはないと思うんですけど、いやこれはどうしようかな。がっつりつけたいんで、これは流し込みとブレンドしたやつですね。流し込みでこういうところを入れちゃうと、もうこの辺の接着は昔のキットならね、接着した胴体の方を見ながら、まあ、隙間の様子見ながら調整するんですけど、多分その必要はないと思うんですよ。全然ないですね。主翼の上に胴体が乗っかる形なんで隙間は出ないですね。じゃあ主翼の上面パーツもくっつけちゃって OK やな。はい、これで、
主翼のユニット組み立て完了ですね。でどの程度エアドアから見えるかって部分なんですけど、何も見えねえこの角度が一番見えるのかなの感じですね。青く塗ったとこは全然見えないです。じゃあまあこれは接着剤固まるまでこの状態ですね。で次回はこの次のユニットはどうなるのかな胴体はまだ貼り合わせてないんで、その辺あれですね。インテークあたりかな。インテークからインテークダクト組み立てとか、エアインテークの方組んでいきますか。それではまた。